もう一つのご質問にお答えしますね。皆さん自分の人生考える時に過去を振り返ってね、私はなんでこんな、例えば福田貴則こんな体持って生まれてきたのかな、頭ちっちゃい、手がちっちゃい、体ちっちゃい、それから学校も出てない、中学校しか出てなかったですからね。今は進級学校まで出てるんでね、専門学校でということになるんですけれども、それからそればかりじゃなくて、私の話で言うとこれも聞き流してくださいね。とんでもない家庭に生まれてとんでもない育ち方して何これっていうことですね。で皆さんはそのことを念に持つ、あるいは新しい展開をしようと思ってね、ある方にお会いしたらとんでもない人だったという時にまたがっかりという感じになる。あるいは人生お仕事を始めてみたら思ってもみないきつい仕事だったと言ってね、またがっかりと、こういうことですね。当然福田貴則もがっかりするんですよ。何やろうと思ったらこんなことだったんだ。でとんでもないことでスタートしちゃったな。これから例えば来世で私は素晴らしい体を持ってきたいというのをね、時にそういう選択することはできるわけですよね。なんで私はこんな体を持って生まれてきたんだろう、なんでこんな家庭に生まれてきたんだろう、なんでこの人生うまくいかなかったんだろう。私も考えますよ。でも考えはご破算にすることができる。あの一瞬ですよ。そろばんご存知ですよね。計算うまくいかなかったら、それでこれをなんとかうまくしようとするのは大変ですよね。前に遡ってこうやってこうやって、ここのとこでこれ引いたから、こういうとこでかけたから、こういうとこで割ったからっていうのをこうやるの大変でしょ。でも人生は馬車馬車でスタートラインに立つということがね、ご破算にできる。で私は先ほど申し上げた学校も出てないとんでもない家庭に生まれてきた小さなお体を持ってる、全部ご破算にして今を生きてます。で昨日までのことも全部ご破算にして生きてます。この調子でいったら来世もこんな悪いことになるんじゃないかな、これもご破算にしてるの。ということは今の中に全てがある。いつも言ってますね。私たちが生まれる時に全てを持ってきてる。その時に必要のないものはご破算にしてしまえばいい。人生そうできてますよ。だから嫌な体験を選択してきた、嫌な人生を選択してきたとしても、これご破算にしてしまったら新しい人生だよ。たった今から新しい人生始めたらいい。その時に目的、このことで人々のお役に立ちたいというのを加算して、それを計算していけばいいだけで、過去はもうご破算にしたからない。それで未来、こんな嫌な体験したのは未来に影響するんじゃないか、はい、ご破算にしてくださいよ。未来はこれから作るんです。福田貴則、来世を皆さん一人一人のお役に立って生きてきますよ。